そこまでやるか、互換バッテリーと充電器を徹底検証してみました。中国メーカーのは、とにかく安い。純正1個で互換品が約4個購入できます。品質や容量は大丈夫か、充電方法についても徹底的に調べました。PSA マークがあるが安心か？バッテリーは特定電気用品以外なので丸の PSA ですが、特定電気用品であるひし形の PSA が認定機関の認証が必要なのに対して、丸の PSA は自主検査なので、それほどのものではありません。まず、外観から見ると、樹脂材料名の表示がありません。純正品にはきちんと表示があります。次に、バッテリー内部を開き、回路図にしてみました。温度保護スイッチは、バッテリー温度が85度を超えるとスイッチが開き、使用できなくなります。充電は、この端子から充電し、スイッチが開くと充電できなくなります。温度保護スイッチが正常に動作するか、取り出して、ドライヤーで温度を上げて確認しました。今回の検証で使用する温度は、NTC、サーミスターを使用します。抵抗値から温度に変換します。この式を Excel に入れて使用します。ドライヤーの温風を少しずつ上げながら、動作点を確認します。時間遅れにより、90度付近まで上昇して動作しました。温度が下がると自動復帰しますが、温度が高すぎるので、これは最後の保険ですね。残量表示基板は、待機中は電流が流れません。変換方法は、単に電圧を 1% ごとにパーセントに変換表示しています。その全データを取ってみました。温度検出基板は、使用しなくても常時、約13マイクロアンペアの電流が流れています。この回路は、放電時に全く使用しません。目的は温度を検出して、高温になると充電できなくすることです。この温度検出基板の良くないところは、常時電流が流れている以外に、セルの途中から電源を取っているところで、これはセルバランスが崩れる可能性があります。シリコン樹脂が塗布されています。温度検出は、温度検出基板についた NTC、サーミスターで検出しています。これを可変抵抗器に変えて、温度が高い状態を作ると約60度付近で充電ができなくなります。低温側の検出があるか確認すると約マイナス40度以下で充電できなくなります。この低温側は低すぎて意味がありませんが、目的は温度センサーの断線検知と思われます。よくつける機能です。サーミスターの取り付け位置が良くないので、実際のバッテリーの温度ではない、純正バッテリーのサーミスター位置は、正しくバッテリーの表面温度が測定されるようになっています。実験の最後に、正しく測れる位置に改善しました。容量は本当に6アンペアはあるのか、電子負荷装置で低電流3アンペアを流してどれくらいの時間使用できるかデータを取ってみました。思ったより、短い。そこで、6アンペアは、6アンペアで1時間使用できるのではないことを思い出して、資料を確認しました。JIS-C8711 では、0.2C となっているので、低電流 1.2A でデータを取りました。純正の 18V6A は合わないので、比較に 1.5A は、10.8V の純正品のデータを取ってみました。比較しにくいので、
これらのデータを1セルあたりの電圧に変換してグラフにしました。互換バッテリーは、計算上約 4.7A となった。ある程度低いのは予想したが、ここまで低いとは、互換品は、純正の約4分の1の値段にしては、まずまずかな。次に 3A 放電時の温度上昇をとってみましたが、思ったより大きい。純正とは比較できないが、この程度の上昇なら大丈夫でしょう。ついでに、一度上昇したものがどれくらいで冷えるかの特性も取りました。2時間経っても元の温度には戻っていないので、使用直後の再充電は、避けた方がいいでしょう。電池を長持ちさせる方法。満充電を繰り返さない。過放電を繰り返さない。充電終了電圧が 21V を超えない。50度以上での保管しない。急速充電しない。放電直後に充電しない。高温で充電しない。低温で充電しない。低温での充電がなぜダメなのか、調べました。低温では、正極から出たリチウムイオンが負極に吸収されにくくなり、リチウム金属が析出しやすく、セパレータを貫通し、内部短絡する可能性があるらしい。メーカーの推奨は、20% 以上で使用することなので、モーターが停止するまで使用するのではなく、弱くなったら、冷却後速やかに充電することが重要です。このグラフから、この残量表示は、実際の使用時間に対して、正しくないということです。車の燃料系と同じか。参考ですね。次に互換充電器について、注文してからの納期のメールが50日くらいになっているのに気がついたが、8日くらいで入手できた。充電器は中国から直送で安く2899円で買えたが、いい加減さは、最初からだった。購入した充電器、DC18RC を評価します。取扱説明書は英語で書かれていますが、3箇所スペルが間違っています。バッテリー容量のところで、BL1850 が充電時間が45分になっているが、45分では充電できません。取扱説明書の充電器の LED 機能のところで、黄色の LED の機能が2箇所あり、本体のパネルにあたかも LED があるかのようになっていますが、これは間違いでは済まされない間違いだ。また、充電バッテリーを入れ替えるごとにメロディーが変わるような絵になっていますが、変わりません。バッテリーと同様に樹脂材料名の表示がありません。ひし形の PSA マークもありません。それで、中国からの直送だったのか、少しだけ納得。内部の基板はどうなのか。内部基板の強電部のヒューズの電流値がシルク印刷されていないので、不合格です。基板固定ネジが1本がない。これは忘れたのか、わざとなのか不明です。強電のライン間に、純正の充電器にはあるサージアブソーバがない。ライサージには少し弱いかもしれない。実際は、雷サージはほとんどなく、同じ電源ラインに接続している機器にあれば、吸収するので大丈夫でしょう。
冷却ファンがないが大丈夫か？純正の急速充電の DC10SA には、冷却ファンがありますが、急速充電でない充電器には、あっても効果はわずかで、なくても大丈夫でしょう。次に、充電方法は大丈夫か、温度上昇は大きくないかなどを確認しました。充電電流は、約 2A を10秒間流し、続いて 1A を2秒間流すサイクルを 20V 付近まで繰り返します。20V 付近まで充電電圧が上昇するにつれて電流は 1.6A と 0.8A とだんだん小さくなり、異なる電流の間欠動作はやがてなくなり、充電完了電圧 20.5V 付近では 0.5A の連続充電となり、緑の LED が点灯し、しばらくすると完了します。充電終了電圧が 21.0V か 20.5V かが気になりましたが、20.5V 付近だったので安心しました。充電後、ケース温度がバッテリーより高かったので、内部部品の温度上昇も取り直しました。ヒートシンクがついた部品と右側の2個のダイオードは、温度上昇が高かったので、銅板を追加して改善しました。防塵にはいいのですが、密閉状態だったので、2箇所に穴を開けて空気が循環できるようにしました。ホコリが入らないようにメッシュもつけました。純正品の充電器には、壁に簡単に取り付けて、簡単に外せることができるための穴があります。互換品にはないのでできませんが、垂直に取り付けると、電池には、冷却用の穴があるので、少しではあるが、空気が対流しやすくなり、冷却されるでしょう。互換の充電器は、あちこちいい加減なところがあり、特に放熱設計は、十分でないですが、致命的な欠陥はありません。